はい、どうも、ジャルです。ちょっと遅れましたが、今週もエボニープレイ配信を開始していきます。ちょっとね、音が、めっちゃバグりまして、失礼しました。はい、例のごとくお品書きの更新が間に合ってないんですけれども、今日はちょっと自由特性の話をちょっとだけしていこうかなと思います。はい、といってもね、自由特性別に私全然持ってないんで、はい、今日はね、さっくりめに、はい、というのも、ついさっきね、帰ってきたところで、えーあのいろいろ準備ができてないので、今日はさっくりめなね、プレイ配信にしていこうかなと思っています。はい。いつも通りちょっと、間に合うか。12?12? 間に合った。はい、こちらね、通常のエボニープレイをしながらやっていこうと思います。特にちょっと同盟総動員はね、ぐるぐる回さなきゃいけないかなという感じなので、はい、こういうね、もういらないクエストはね、もうどんどん破棄しなければいけない。今今回ね、同盟総動員来たんですけど、なんか、これまでよりも、うちの同盟のみんなのやる気が高く、240ポイントのクエストがね、速攻でなくなっていくので、私まだ2回しかやれてないですね。1日経ったのに。だいたいね、この頃には5回とか終わってたりするんですけれども、まだ、240を2回取った480ポイント、同盟ランキング、メンバーランキングが28。で、同盟自体はね、7位ということで、今回は結構頑張ってますね。最近、13位あたりをフラフラしていることが多かったんですけども、今回はいい感じです。はい、そんなところでですね、自由特性の話ということで、ほい。私、自由特性がね、開いてるのは、エレクトラとジョージだけなんですが、ここでちょっと見ていこうと思いますと。はい。自由特性、これね、なんかどうやらサーバーによっては、この5つ目の特性、自由特性がアンロックされてないサーバーがあるみたいですね。ちゃんと、このね、全部金になっているにもかかわらず、5つ目が、つけられないっていうところもあるみたいなので、ちょっとサーバーによってはね、まだ、これできませんよっていうところあるかもしれないんですけど、まあ、いずれね、解放されると思いますんで、はい、その時に、なんとかなるかと思います。あ、カムイさん、お疲れ様です。ボリューム最大だけど、少し声のボリューム上げていただけたらありがたいです。あれはい、ありがとうございます。ほぼマックスだけど、多分ね、マイクが遠いのかもしれない。ちょっと、マイクを近づけてみました。BGM もちょっと下げてみようかな。よいしょ。はい。すいません。音声バランスね、自分だとなかなかわからないので、コメントで教えていただけると大変助かります。ありがとうございます。大丈夫になりましたかね？ほい。もうちょっと広くしよう。はい。また、ちょっとね、音声は今マックスなんですけど、だマイ、マイクはマックスなんですが、ちょっとデスクトップ音声とかは下げつつ、よし。まあ、ゲーム音声別に出していく必要もないので、場合によってはそっちも消そうかなと思います。というのとね、ちょっと声を張り上げて喋っていこうと思います。で、自由特性なんですけれども、はい、5つ目のね、特性がつけられるよっていう、この5つ目のやつが自由特性という、種類の、特性になってますと。で、これ何が自由かっていうと、これね、なんと外れるんですよね。はい。この付け外しが可能な特性。
この特性玉みたいな感じになってますけど、はい。片方、私今、戦場の達人っていうこの自由特性を、2つ持っていて、片方レベル2、片方レベル1で、品質はマックスっていう状態なんですけど、これをね、付け外しができますよということで、はい。ここがね、非常に便利な点ですと。で、えこれで話をするより、新しい戦場の達人の特性をね、作って話をするのがいいと思うので、ちょっとその話をしていこう。この装備だ、装備。装備のところにですね、もし持っていたら、この特性のかけら、戦場の達人っていうのをね、持ってるかもしれませんと。はい。私は今120個持ってます。で、これね、よくこの合成をするとね、対応する重特性合成できますということで、はい、私、今120個あるので、何これ、これも最大で合成しようとするのバカなの？はい、1個合成します。で、そうすると、これちょっと、なんかね、違いがなくて分かりづらいんですけど、かけらが120だったのが1個減って、はい、この戦場の陣、このパズルのね、ピースがね、かけらを表していると思うんですけど、このパズルの有無で、はい、この戦場達人っていう、特性ができましたよと。はい。で、これをね、エレクトラにつけていきますというところなんですけど、まずそもそもね、5つ目アンロックされる条件ですね。これ重要で、はい、このカエサルとかはつけらんないんですよ、5つ目。はい。もしね、5つ目つけられるサーバーであれば、こんな感じでですね、ちゃんとこの丸の枠が、5つはまるようになっていて、一番右がね、プラスマークなってますと。で、解禁条件ちゃんと出てきます。当該将軍の前の3つの特性をレベルマックスにアップしますということで、これ何言ってるかっていうと、この最初の左から1、2、3、この3つが金色になったら、アンロックされますよということになっています。ということで、カエサルはね、まだ私、特性を上げきってないので、5つ目がオープンしてないっていう感じですね。で、あとは、ウーリカも、はい、2つ金色なんですけど、3つ目がね、まだ天才になってないので、ダメですよという形になっているので、この4つ目が開くのと同じ条件ですよね。4つ目と開くのと同時に5つ目も開きますよと。つけられるようになりますよというところで、私がまだ、2つしかないですね。ジョージ。はい、ジョージは3つ金色になっているので、アンロックされてますということで、戦場の達人を今つけています。で、このね、4つ目のやつは別に関係ないです。5つ目とは関係ないです。3つ金色にすれば5つ目が開く。正確には3つ金色にすると4つ目と5つ目が上げられるようになるっていう感じですね。はい。で、さっき、ちょっとエレクトラちゃん外しちゃったんで、外してないやつ。またつけてたわ。はい。外すってね、選ぶと外すことができて、あと新しくね、さっきゲットしたこの緑色の戦場の達人ね。はい。これに付け替えることができますと。はい。で、この戦場の達人の、このね、この特性は、一番最初つけただけだと、基本性能、全兵士の HP0.5% しか上がらないっていう、めちゃくちゃね、性能がしょぼいですと。なので、真珠とかと一緒ですね。品質を上げるのとレベルを上げる。この2つをやらなければいけませんというところで、この昇進ってやつが品質を上げるやつですね。色変わるやつです。はい。かけらがね、私今余ってるので、やっていきましょう。特性レベル。ちなみにこの品質がね、上げないと、この特性のレベル、このレベルアップでね、レベル上げることができるんですけど、これも、上限が決まってきますと、20ずつですかね、5段階品質上げれて、20ずつレベルアップのね、上限が上がっていくというような感じになってるみたいですと。はい。ただね、これね、レベルアップがめちゃくちゃしんどくて、これ、見ていただくと分かる通り、
ルーンのかけらをね、めっちゃ使うんですよ。まあ、正確には今はまだめっちゃってほどじゃないですが、はい。いろんなね、将軍の特性のレベルアップが追いついてないのに、まだここで使えと言ってくんのかと。まあ、どちらかというとエンドコンテンツですよね。もう特性とか上げきってしまった、めっちゃ課金してる方たちが、もうさらにやれるよと。アイテムを余らせなくていいですよっていう、まあ、エンドコンテンツかなと思うので、まあ、無理してあげる必要はないかなと思っています。はい。そもそも5つ目を解禁する方が重要なので、ちょっとね、この蜘蛛の巣みたいなやつあんま使いたくなくて。っていうので、私基本的には上げてないんですけれども、はい。レベルアップと品質アップで、まあ、品質アップはね、優しいんです。このかけらをね、使えば、10個使えば昇進で、緑から青へ。はい。で、これ、もう一回昇進すると、青から紫へ。長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、こんな感じで、自由特性のランクはね、この昇進っていうところで、かけらをね、消費することで上がってきます。まあ、将軍のね、将軍自体の限界突破とが、まあ、イメージで分かりやすいかなと思います。はい、こんな感じで、はい、次はね、オレンジになって、最後金色ですという形で、えはい、この戦場の達人ね、品質が今、紫になったんですけれども、はい、品質が紫になると、さっきここ、ちゃんと切り替えときゃよかったな。はい、通常の性能は、全兵士の HP0.5%、これしかないんですけど、こっちの昇進属性っていう方でね、フラットバフ、全兵士の攻撃力がプラス250%上がるということで、フラットバフがつくんですよね。これがめちゃくちゃ偉くて、防衛感的にね、最高強いですよね。はい、よくある T1 兵をたくさん作るみたいなやつって、このフラットバフがめちゃくちゃ影響してくるので、はい。っていったところで、まあ、そもそもね、この特性を上げるのすげえ大変ですよと。で、ちなみに、この左上のね、レベルアップマックス属性っていうところをクリックすると、今はね、もうこの程度ですよと。全兵士の HP0.5% しか上がってないし、全兵士の攻撃力がまあプラス250%ですと。で、このね、ここの右のスライド、レベルマックスってやると、はい、金色かつレベル100になったらどうなるのかと。はい。これはね、ここまで上げたらね、大したもんですよね。全兵士の HP が10%、防御力が10%、で、攻撃力が20%上がって、かつ敵の歩兵の、防御 HP がマイナ8%ということで、普通に強いですよね。めちゃくちゃ強いと思います。はい。で、フラットバフもね、プラス500がつきますよということで、なかなかね、素晴らしい特性になってますと。まあ、これね、全サーバーに解禁されたと思ったんですけど、まだ解禁されてないサーバーをね、あるの知っちゃったので、あのびっくりなんですけど、なんというか、戦場とかで当たった時に、この5つ目が空いてる空いてないで差がつくのちょっとえぐいですよね。まあ、多くの人はね、関係ないとは思うんですけれども、こんなに上げるの難しいんで、はい。まあ、とはいえという感じ。はい。で、自由特性のね、上げ方はそんな感じなんですけれど、じゃあそもそもどこで手に入るんだという話ですね。この、さっき、ちょっと、忘れちゃいそうなんで、直しとこう。はい、エレクトラのね、こいつ、金色の特性ちゃんとあるんで。はい、これね、付け替えられるの本当にいいですね。素晴らしいと思います。ナイス。で、この、戦場の達人のかけら、じゃあ、この自由特性のかけら、戦場の達人でどこで手に入るんですかねっていう話なんですけれども、これね、はい、結構ね、スルーされてる方も多いと思うんですけど、サーバー戦争でもらえるんですよ。サーバー戦争のこのスコアのところで見に行くと、ピューさん、おつじゃる様です。そうだ、どこで手に入るんだ。はい、これね、人によってはね、そう、サーバー戦争、全然プレイしないよって方もいると思うんですけど、残念ながらサーバー戦争が一番手に入ります。はい、この、ね、2.2M 稼いだ時のところに、この特性のかけら、戦場の達人が10個入ってるんですね。
で、これなんかね、1個ずつ開くんですよ。これ2個目ね、ないんです。で、3個目にまた10個入ってるんです。で、また1個開くんですよ。で、次、シルバーのね、2にまたあるんですよ。という形で、なんかね、1個ずつ開いて、ありますと。で、ゴールドのとこにも10があって、また1個開いて、また10ということで、この全部でね、報酬が9個あるんですけれども、全部で、6個の宝箱に、この戦場の達人の特製のかけらが入ってます。清村さん、コンジャルは自由特性、道のりが嫌いすぎます。本当ですよね。いや、コメントありがとうございます。そうなんです。集めるのも、やっぱね、人によっては、その、ポイント稼ぐの、サーバー戦争でポイント稼ぐの難しいよねっていうのもあるし、そもそも、上げるの大変すぎじゃないっていう。私とかもそうなんですけど、他にもね、上げたい将軍が待ってるんですよ。もうティーチとか、スールトとか、特性上げたいんですけど、もうそんな手つけられてないんですよね。はい。でも、でも、この戦場の達人の特性のね、レベルを上げるためには、ルーンを食わせろというね、えぐい仕様です。はい。ということで、まあちょっとね、これはね、まあなんていうか、よく使う将軍をもう君に決めたって言って、はい、なんか何でもかんでも上げるんじゃなくて、もう必要最低限も上げましたと。で、さらに上を目指しますっていう時にやるのがいいかなと。まあ、一応ね、付け外しができるから、無駄になりづらいところはね、素晴らしいですよね。はい。将軍は、型落ちするんで、はい。これね、私の型落ち、悲しみの学費ちゃんですね。はい。学費ね、めちゃくちゃ育ててたんです。特性めっちゃ上げてたんです。はい。限界突破もしていました。はい。なぜなら、彼は昔遺跡から出たんです。はい。遺跡から出たのに、ある時から遺跡から出なくなってしまい、はい。さすがに泣く泣く諦めましたっていうね。はい。こういうね、将軍だと、こういうことが起こるので、はい、もう、なんていうか、まあ、限界突破はね、ワンチャンアレスの血帰ってくるから、まあいいんですけど、このルーンはね、いかようにも外せないんで、一応ですね、課金者の方はこの魂の共鳴っていうところでね、特性を引き継ぐっていうのができるみたいなんですけど、これ、これをやるためのアイテムがね、確か課金が必要なアイテムだったはずなので、そう、関係ないんですよね。私には関係ないですということでね、もうね、もう育て始めたら心中するしかありませんと。まあ、逆にね、なんていうか、何でもかんでも育てないんで、はい、もう決めたやつだけね、もうあげるっていう風にやっていけば、将軍がね、揃った後はこの特性を上げることにはできるので、まあ、早くね、これを上げられるとこまで行きたいなって思ってます。カムイさん、他は無視して防衛対象ブディガさんの特性だけ真っ先にレベルマックスまで上げました。ああ、そうなんですね。お疲れ様です。ブーディカは、フラットバフの自由特性とめちゃくちゃ相性がいいんでいいですよね。そう、私ね、ブーディカも3つ目上げたいんですけどね、ちょっと全然ルーンが溜まってなくて、ジョージはね、空いてるんですけれども、ブーディカもね、ブーディカはね、騎兵特化なんで、騎兵、騎兵をね、がっつり使うよっていう時にはめちゃくちゃ強いですよね。上がり方が化け物なんで。はい、なんか、ここだけで何パー上がるんだっけな？ 26% ぐらい上がるんだっけな？特性マックスすごいですね。私はちょっと、ブーディカはゆっくりかなみたいに思いながらやってます。いや、本当は、本当はね、ここだけ金にしたいんですけど。うん。ちょっとね、今はね、こっち、雪村の特性をね、今マックスにしようとしていまして。こっちにね、特性使ってるから足りてないんですよね。まあ、そもそも、こっちも全然上げられる予定がまだ立ってないんですけれども。はい。ルーン足らないよ。はい、まあ、ルーン足らないって言ってる状況なんでね、ちょっと、自由特性、自由って言うけど自由じゃないんだよな、そんな上げらんねえんだよなっていう、風に思っている今日この頃でございますと。で、そうだ。戦場の
かけらのもらえるところをサーバー戦争って言ってたんですけど、もう一個だけあるんですよね。はい。それが今来てる文明の夜明け。これのレベル50報酬に特性のかけら戦場の達人が実はあります。なので、できればね、サーバー戦争をちょっとだけ頑張って、回収するのが、まあ、集めやすいんですけれども、まあ、それが難しいよっていう方は、この文明の夜明けが来た時にはね、レベル50まで頑張って上げていただくと、これをね、ゲットすることができますと。で、まあ、この辺のね、やつは、ある程度、まあ、白レベルがまあ32とかを超えてくれば、まあ、なんとかね、クリアできるような内容にはなっているかなと思いますので、そうですね。あの難しいのがあるとすれば、まあ、離脱兵とかね、兵士を、蘇生させるとかいうのも、効率が分かっていれば、離脱兵作戦とかをね、やったりとかすると結構やりやすいので、ね、戦力 70M 点とかもね、まあ、今はちょっとバトルフィールドないですけど、バトルフィールドとかにね、参加すると、回復したときに、これカウントされるんで、達成しやすいですし、まあ一番ね、個人的に一番大変だと思うのはこの闇市ですね。闇市でアイテム200個買うっていうのがね、めちゃくちゃ大変なので、ここだけね、気をつけていただけるといいのかなって感じですね。はい、これも本当にジェム使うんで、はい、ジェム散財してね、すごく嫌いなんですけど、でも戦場の達人のキャラね、集めておきたいというところで、まあ、今回もね、私はレベル50を目指しています。はい、まあ、そもそもね、このイベントがそろそろ来るだろうなと思って、前回か前々回の配信で話した通り、この離脱兵とかね、魂すぐクエストクリアできるように、ね、準備していたので。はい、倉庫をずっと喋っている間に、同盟総動員を忘れていたが、みんなリセットしてくれてありがとうございます。あ、そしてヒドラさんっていう文字が見えた。ヒドラは参加しよう。はい。で、自由特性の話の、まあ、一般的なね、ところの話は、こんな感じなんですけど、実は続きがあって、自由特性って、私のサーバーは、途中から増えた組で、先行サーバーがあったんですよね。なんだっけな、なんかのコラボイベントか、何周年イベントか忘れましたけど、その時に、特殊なイベントで、私ね、アイテム残してあるんですよ。バジリスク。これ。この、独演の冠バジリスクを召喚できる、イベントがね、前あったんですけど、これ何のイベントだったっけな多分、6周年イベントなのかななんか忘れちゃいましたけど、はい、なんかのね、特殊イベントの時にこのバジリスクっていうのが召喚できたんですけど、このね、バジリスクを召喚するイベントの報酬で自由特性がもらえたんですよね、先行サーバーの皆さんって。で、その時の自由特性って、この戦場の達人がなかったんですよ。じゃあ何があるかっていうと、兵種ごとに特化した特性。それがですね、今はなんと課金だけで手に入るようになってます。はい。激特イベントのね、自由特性のお得なパッケージというところに、実はこの自由特性のブランドボックスっていうね、アイテムがありまして、ここを見ていただくと、このアローブレーカー、アローシューター、重装備軍団、破人軍団、強襲鉄器、遊撃鉄器みたいな感じでいろいろ書いてあるんですけど、これ何かっていうと、射撃兵の攻撃用ブロック用、歩兵の攻撃用ブロック用、騎兵の攻撃用ブロック用、シージの攻撃用ブロック用、あとは防衛艦用みたいな感じで、専用のね、自由特性が、まあ、この箱から手に入りますと。なので、過去のバジリスクイベントって、実はこの辺のね、いろんな種類のこの自由特性をゲットすることができたんですよ。だからね、先行サーバーちょっと有利だったんですよ。あ、モッカスさん、コンジャルはコメントありがとうございます。はい。で、これがね、やっぱ、なんていうか、エボニーだけじゃなくていろんなゲームあるあるなんですけど、役割特化してる方が効果は強くてですね、このアローブレーカーとか見ていただくと、レベルマックスにするとね、
はい、射撃兵の攻撃力がフラットで1000上がって、その他も20、20、50、20、20、20、50か。で、敵の系の HP マイナス20。ですごいですよね。もう、お母さん、じゃあ、原宿に間に合いました。ありがとうございます。はい、これね、私と全然関係ない話を今しちゃってるんですけど、はい、課金をね、たくさんされる方はね、ここに、いろいろあるんだよ、実はっていう話を今ね、してました。はい。このね、アローシューターってやつ、はい、アローシューターもね、今度は、昇進属性の射撃のフラット、プラス1000はね、一緒ですね。で、HP 防御攻撃力が20、20、20の代わりに、ドラゴンありの時だけより強くなるよとか、はい、攻撃するとき敵の系の防御力が、40%も下がるよとかね。はい。あのー最初の方がブロック寄りですかね。はい。重装備軍団。これも敵の射撃兵の HP が下がりますよ。で、歩兵アップ。ね、攻撃力がプラス50%も上がる。すごく強い。で、この破人軍団の方になると、多分これ殴りに行くときのやつですよね。攻撃するときにってなってる。はい。まあ、騎兵も同じですね。はい。防御用か、アタックするときに、こっち。アタックするときに使う用か。はい。ドラゴンありの時のね、上がり方が凄まじすぎますよね。カムイさん、めちゃくちゃ強い。そう、これめちゃくちゃ強いんですよ。これめちゃくちゃ強いんですけど、めちゃくちゃ強いんですよね。はい。この防衛の鉄のカーテンとか、アイアンカーテンって常時かなって思いますよね。はい。図書内での語彙力プラス800上がって、駐屯兵士のやつが20、20、20上がって、往生防衛時敵の兵士の防御 HP 全体マイナ20。敵の攻撃は全体マイナス30ってね、めちゃくちゃ強いと思うんですよ。はい。ただですね、これね、えぐいですよね。えぐいですよね。ランダムなんですよ。これは、やばいですよね、これ。9999ジェムってこれ多分1万円じゃなくてもうちょい高いですよね。はい、1万円以上払って、まあ、他のいろんなのたくさん手に入りますよ。手に入るんですけど、一番欲しいこの自由特製のブランドボックスは1個しか手に入らなくて、ランダムで、1個が手に入りますと。しかも、殴り、そう、多分人によってはね、殴る方をね、より欲しいと思うんですよね。そっちがね、しっかり、パーセントが低く抑えられてるっていうね。まあ、防衛感合わせて5種類が、まあ、約20%ずつな配分になってるっぽいんですけれども、殴りに強い方がね、より出づらいというところで、はい、これがね、沼ですね。こいつを強くするために、ね、多分、この1個のやつを解体して、かけらに戻して、で、多分、この昇進させると思うんですよ。これね、昇進させないといけないじゃないですか。品質を上げなきゃいけない。はい、つまりこれね、6%。例えば、アローシューター。こっちをゲットしようと思うと、この6.67%を何回引かなきゃいけないのかなみたいな。結構えぐくて。はい。自由とは一体はい。これね、自由とは一体って思っちゃいますよね。まあ、このエグさはね、今に始まったことじゃないんで、あれなんですけれども。はい。なので、過去にね、バジリスクイベントが来てた方は、これを持ってたりとかするので、まあ、戦場の達人がね、強くなるまでは、まあ、こっち使ってた方がね、強かったりもするのかなと思うので、いいなって思う。反面、まあ、一般ピーポーにはこれを強くすることって結構厳しいと思うので。まあ、レベルマックスとかにできたら強いんですけど、途中でも話した通り、品質が緑色のままの時ってレベル20までしかいかないんで、多分これ途中までしか性能アンロックされないんですよね。はい、ということで、自由特性はね、なかなか、エボニーあるある沼システムなので、お気をつけくださいというところと、一応でも無課金にもちょっと優しくて、戦場の達人っていうのは、SVS を頑張ればね、頑張れば、獲得できるものにはなっているので、やっぱりある程度ね、SVS を戦えるようになるのが、重要なのかなと思っています。ちなみにこう分解するとどうなんだろうな。いや、なんか、8割減になりそうだな。
エボリーによくある8割減のやつ、8割バックになりそうだから怖くてやれないからやめよう。あ、どうだろう、かけらシリーズだったら全部戻ってくる気がするな。戦場の達人は私、多分ね、SBS 結構参加するので、比較的集まるんですよ。分解試してみるか。もともと120でした。これ120そのまま戻るか気になるので、ちょっと分解してみますね。40返ってくるのかどうか。うわ、減ったよ。目減りしやがった、こいつ。40かけたよね。40かけて25返ってきたっていうことは、5、8分の、もうなんか、残念だ。やめよう。あの分解はおすすめ。分解おすすめしませんじゃないんだよな、これ。分解おすすめしませんじゃないんだよな。これ、目減りするっていうことは、これ自由特性のお得なパッケージで、こいつを2つ目ゲットして、かけら分解しようと思っても、レベルアップに使うの大変なのか。ちょっとなんかもう疲れてるから計算めんどくさいからやめよう。はい、ということで、はい、自由特性は、沼システムなんですけど、一応無料でこの戦場の達人っていうのをね、集めることができるので、こっちをね、まずは集めるのがおすすめですよというところに、留めておこうかなと思います。はい。で、ちなみにね、似たようなシステムね、他にもあって、どっから見るのが早い？こっちか。ちょっと待って、なんか赤ついてるな。OK。えーっと、例えば、適当にこの辺でいいや。はい、このね、いつの間にかスキルがね、3列じゃなくて4列になってたと思います。この4列目の特殊。はい、これね、何かっていうと、いつか出るのかなっていうんじゃないですね。もう実は出てるんです。課金専用のアイテムで、はい、レイダース技能書パッケージ、感触技能書パッケージ。はい、これですね。担当官専用の、スキルとか、あとはレイダースが確かあれですね、デバフかな。デバフのスキル。で、これも、なかなかね、欲しいのが出るかどうかは、なかなか結構えぐいパッケージだった覚えがあります。はい、今はね、イベント開催されてないで出てこないんですけれども、そういうね、専用のスキルがあったりとかして、ちょっと私はね、あんまり、この辺のパッケージの中身を注目はしてないんですけれども、こういう自由特性のお得なパッケージみたいな感じで、前回のイベントの時かなは、担当官のスキルのやつがね、確かありましたね。はい。でも、やっぱりね、結局ランダムなので、どれ弾けるかっていうのは、欲しいのを弾くのはね、非常に大変っていうね、なかなか、いい商売してるなというような内容だったと思います。はい。そのところで、自由特性についてはね、そんな感じです。以前ね、なんかその自由特性があんまりわからないよっていう方がどっかでいらっしゃったかなと思ったので、ちょっと取り上げてみました。なかなかね、多分人によっては非常に、システム的に大変なかもしれないんですけども。こいつ倒せそうだから倒すか、自分で。おい。はい。単純にね、フラットバフつくだけでもめちゃくちゃ強いので、はい、おすすめです。アンロックされてるサーバーの方は、これを得るとね、いいのかなというところで、ぜひ、目指してみてください。カムイさん、文明装備の王権よりはマシかもだけど、それでもハードル高い。いや、そうなんですよね。王権シリーズはめちゃくちゃ大変で。王権シリーズ思い出した。私、そうだ。ちょっと、この後ね、そう、開封の行をやりたいんですよ。はい、ということで、特性の話はね、ちょっと簡単でしたが、そんなところでおしまいにして、いつもの、イベントのところですね、振り返りと、次週のイベントについてみたいなところに行きたいんですが、まず、
まず先にやりたいのが、同盟ボス。月見さん、先生、特製の講義ありがたいです。ありがとうございます。はい、ちょっと参考になれば幸いでございます。ただね、私も正直上げれてないんで、どのレベルからいろんなパラメータアンロックされるかがわからないんですけどね。はい、なんというか、余裕が出たらやりたいと思います。はるか先だと思います。はい。で、同盟ボスのね、このライオンハートのバッジをずっと集めていたんですけれども、やっとですね、今週3300貯まりましたということで、こいつ、引き換えたいと思います。ランダムな文明装備の巻の竹物。イエーイ、しゃー来た。T さん、分解の実験やっちゃうのがマッドサイエンティスト。いや、もう8割減になるの分かってました。正直減るだろうなと思ってたけど、ついやっちゃった。はい、まあ、戦場の達人はね、なんていうか、つける予定が結構ないんで、あの、特性をね、3つ、上げる方が大変なんで、はい、いいんです。皆さん参考になれば OK だと思います。あ、田中さん、こんちゃるは、コメントありがとうございます。はい、ということで、今さっき開けたやつ上にあったのに、移動したからどっか飛んじゃった。どこなの？上か装備シリーズだからこの辺じゃないのか？褒め、褒め言葉です。あれ迷子になっちゃった。あった。ランダムな文明装備の巻の宝箱ということで、文明装備のね、いやー、フリーダムか、コーレイなのコーリンなのコーリンかなコーリン、はい。このね、2種類の、文明装備の巻物が手に入りますよということでね、これを引きました。待ってました、開封の儀。そう、開封の儀していきたいと思います。これね、マジでね、本当に、王権側が欲しい。はい、皆さん、王権側って言って伝わるかな？はい、で、このね、文明装備のね、かけらの宝箱って征服王権ってなってるんですけれども、これ何を表してるかっていうと、将軍のね、装備の、なんか、ついてた方がわかりやすいか。この右側、頭、腰、指輪とか小手、これがね、制服って呼ばれるシリーズ、右側になってて、左側が王権って呼ばれる武器、胸、足。はい、これがね、王権シリーズという風な、まあ、大きな分類になっていますと。で、無課金でね、この文明装備を集めるにあたって、文明ルーレットを回していくことが主な、ゲットする方法になっていくんですけど、王権マジで集まらないんですよ。これね、制服は今30になってもう1個作れるようになって、私、文明装備これで2個目になるんですね。でも、同じだけずっとちゃんとやってんのに、王権シリーズ6個しかかけら集まってなくて、30必要なんだよっていう1年半で6個しか集まってないけど、どういうことなのっていうね、感じで、王権シリーズきついんですよ。なので、なので、マサールさん、こんにちは。コメントありがとうございます。はい、このね、ランダムな文明装備。はい、これね、いや、文明装備がもう確実に1個手に入る。はい、この機械、マジで左側、王権シリーズ出てほしいですね。はい、っていうね、壮大なフラグ。頼むよ。フラグとか言っちゃったけど、頼む。はい、何が出るか。まあ、何出てもね、基本的に嬉しいんで。なんか隠された。フリーダムスターってどこだ？ちょっと待って。フリーダムシリーズ、まあ、フリーダムシリーズで別に私、まだ降臨を上げられるほど余力はないので、終わった。征服シリーズじゃないか。はい。残念ながらフリーダムスターは右下、征服側でしたね。おい。あ、でも、フリーダムスター全兵士の攻撃力プラス10%、攻撃士の騎兵の攻撃力プラス20%、部隊定員プラス10%だから、まあいいか。
悲しい。もう武器とか出てくればさ、めっちゃ喜んだのにさ、引き弱いな。はい、まあ、まあいいでしょう。ちょうどね、今、装備製造の消費還元イベント中だったんで、作りたかったんですよ。はい、これね。どこ製造達人。はい、製造達人イベント中だったんで、文明装備今作れるから作りたかったので。いやー、スターはしょぼいですね。話。はい、ちなみにね、文明装備、まだ持ってないよって方もいらっしゃると思うので、はい、ここからって言ってるのに出てこないよ。どこ行ったの？これか。合成をしないといけないんだ。巻物のかけらを合成して、巻物にしますと。で、製造ってやると、はい、この文明装備のページからね、製造、これがちゃんと1分の1になるので、製造できるようになりますよということで、まあ、結構使いますね。はい、ちょうど今ね、スピードアップの期間でもあるので、みんなのお助けがね、たまったら完成させようと思います。はい、ちゃんとこのお助けもね、できるんで。いやー、残念だなー。左側出たら嬉しかったんだけどなー。まあ、ただですね、これ、ちょっとだけ嬉しいのは、私、カエサルのね、装備、右下だけちょっと微妙だったんですよ。一応、威厳帝王の指輪を用意しているものの、これって部隊定員アップぐらいしか得してなくて、で、その以外にももうすでに帝王のやつ揃ってるんで、別に4つ目のやつ関係ないんですよね、こいつ。部隊定員アップでしか今使ってなかったんです。はい。私ね、モンハンのランキングも伸ばしたいと思っているので、はい、カエサルにつけられるのには、つけやすいやつが出たのは、ちょっとポジティブシンキングしていこうかなと思います。ちなみに、フリーダム装備って集めると、攻撃時の交渉兵器と射撃兵の攻撃力がプラス25%だっていらねえ。いや違うね。これは強い、これは強い、これは強いんだけど、これは強いんだけど、フリーダムスタートの相性は悪くない？だって攻撃時の騎兵の攻撃力だよ。なんでこれ、あべこめなのこんな。どういうことなの？これさ、これでもね、せめてね、こっちのさ、射撃兵の攻撃力上がるよとかだったらさ、あの、この文明装備の、ね、このかけら実践箱制服開けて揃えようかなーってなったけど、はい、まあ、とりあえずですね、フリーダムスターは、そのままカエサルの指輪と交換できるので交換しようと思います。まあでもね、ぶっちゃけ大体勇気のドラゴンリングつけてるんですよね。ダブルドロップ重要なので。はい。まあ、ランキングとかをね、狙って、しっかりダメージ伸ばしたいよっていう時には、ちょっと、つけていこうかなと思います。ちょっと、魔女のレベル高いやついくじゃん。魔女レベル高いやつ行きたいじゃん。いやー、残念だった。いや、ちょっとね、フラグを立てすぎましたね。王権が欲しいってあんなに喋ったから。はい。ちょっとね、2個目の、文明、2個目じゃないか、3つ目か、トータル3つ目の文明装備を何作るかっていうのは、ちょっと考えようかなと思います。今んとこね、このテーベのレッグアーマーをエレクトラは今作ってあるんですけども、多分、テーベシリーズのセットバフを有効にするために、テーベシリーズを作ろうかなって思います。このテーベのコテ、もしくはヘルメットですね。エレクトラこれ被ってると考えるとウケんな。はい。まあ、おそらくコテかな。はい。ちょっと、今のものとね、どれがいいかのバランス考えて、コテにする可能性が一番高くて、というのも、攻撃のね、バフを上げやすいので、こっちの方。頭だとね、HP しか上げられないんですけど、ことやったら攻撃の強化でバフが上げられるので、その上げがいがある沼ですけど。でね、全兵士の防御力もプラス15%って、殴りに行くときに防御力すごく重要なんで、
はい、射撃兵の攻撃と敵の歩兵の HP が10%下がって部隊転移がプラス10%でしょ。で、今のエレクトラの装備が、結局、えっと、射撃の防御と攻撃上がってんのか。なんかこれ変えてまで。やっぱ悩みそう。悩みそうな気がしてきた。はい、ちょっとよく悩んで決めようと思います。はい、ちょっとね、半年かかったんですけど、またね、次、半年後までね、お預けですね。まだ今回分殴れてないので、できればね、そのランキングに入れるようになるといいんですけど、ランキングがね、まだまだ果てしなさすぎるんでね、それもあってね、今モンハンのランキングを上げたいんですけど、今でこそダメージランキング43ってなってますけど、これって別に、みんなやってないだけなんですよね。だいたいね、感覚的に200以内に入るためには、2.4M ぐらい、違う、2.4は100以内だったな。そう、もうちょっと欲しいんですよ。私の 2M ね、ギリギリ足らなくて確か。はい、同盟ボスのね、ランキングが、ここね、ちょっと、もう上とか見てもしょうがないんで、51位から100位どころか、101位から200位までは一応ね、5個手に入るんですよ。なのでね、ちょっとだけ早まる。1週間で130しか集まんないけど、ちょっとだけ早まる。ので、その200位以内をまず目指しているんですよね。で、私多分201位以上なんですね。先週とかのやつ記録残したっけな、何位でしたっけってなんか出てたっけ。ないか。消しちゃったな。消しちゃったかも。次は。同盟ボスってそもそも来たっけな。まあいいや。はい、私ね、2M ぐらいの、火力になってます。で、ワールドボスもね、今28位なんですけど、これもね、20位以内になりたくて、今ね、ちょっとずつちょっとずつ、増やしているので、これをね、改善していきたいなと。で、カエサルを上げたかったんですけど、これね、同盟総動員が来ちゃったんですよ。同盟総動員が。ですね、スケジュール的に今回同盟総動員が来るのは正しいんです。正確には、前回の資源還元イベントの時にマヤが来るはずだったのに、マヤ来なくて、で、一周遅れになるのかと思いきや完全スキップだったっていうね、すごく悲しい事態。で、これのやばいって思わせるところは、カエサルって最近、週末のね、金土日に出てくる謎のスロットのイベントあるじゃないですか。スロットの報酬で今カエサルあるんですよね。あの、マヤのイベントをもう開催しなくなって、スロットでしか手に入らないみたいなね、そんなことになってたらすげえ悲しいんですよね。はい、モンハン特化将軍で、限界突破しやすいということで、カエサルを狙ってたんですけど、はい、これね、次回のマヤが開催されるかどうか、もう本当に気になってます。はい。次回開催されるとしたら、3月末の長期イベントの時に来るはずなんで、スピードアップと同じタイミングで来るはずなんですけど、順番でいくと来るはずなんですけど、これね、もう非常に気になってます、今。カエサルが、上がらないと、予定が完全壊れる。そう、カエサルね。カエサルのいいところはね、特性でね、モンスターの防御力をね、下げるんですよね。モンスターの攻撃力と防御力を下げるの、めちゃくちゃいいなと思って、これ使いたかったんですけど。いや、これどうなんだろう。そう、それもあってね、ちょっと特性もね、なんか上げづらくて、ちょっとたじろいでるんですよね。まあ、カエサルはね、そんな強くないですからね、ドラゴン連れていかなきゃいけないっていうので、パフニーロをこんなところで使いたくない、本当は工場兵器で使いたいよって思ってるところもあるんですけれども、そもそも工場兵器をね、育てる、まだレベルに達してない、非常に順番待ちだから、こいつはね、ベヒーモスキングをつけてるんで、まあいいんですけれども。はい、そういえば、
もうなんか話があっちこっち行っちゃって申し訳ないんですけれども、彼女を引くことができました。先週、ね、X の方では報告したんですけれども、もう最後、伴侶のプレミアム招待券をもう最後ね、ギリギリ間に合ってゲットすることができましたということで、はい。いやー、素晴らしいですね。工場兵器専用で、こいつ援軍にも使えるんで、はい、とても嬉しいです。明太子さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい、制約システムでね、使えるんで、はい、そう。これまで、無駄に育ててしまった学費に意味を生んでくれる素敵な女性でございます。はい、特性もね、4つ、4つじゃない、5つ解放したかな。で、こっから先はね、ちょっと大変だから今止めてるんですけど、まあ、そもそもこいつのレベル上げたりしなきゃいけないと、カウね、私交換しちゃったんですよ。カムイさん、羨ましい、ありがとうございます。いや、もう、こいつを引くためにプレミアム招待券6個ぐらい貯めてたやつ全部使いましたからね。それでも出なくて最後泣きの1回で出てきて本当に良かった。マジで良かった。で、カームが、私ね、引いたことあるんですけど、この制約システムが生まれる前だったので、私捨てちゃってたんですよ。もう光ってるんですよ。光ってるんですけど、かけらさえ残ってないので、はい。そこで、この同盟総動員ですね。はい。同盟総動員は必ず全ての報酬をもらう必要があります。個人スコアリワード。はい。個人スコアリワードの5200。ここをね、必ず目指していこうと思っています。なぜかというと、この5200でもらえるこのグローリー騎士将軍の宝箱、ここに関羽がいるんですね。はい。私、スキピオもエリーゼも使ってなくて、マルティエスも使ってないでしょ、ローランドも使ってない。エパーメインノンダスもこの前ゲットしたから使ってない。ニュサンドロスも持ってるから、そう、今ね、ベルトラン以外は別にいらないなと思ってたんですけど、カーウがね、また欲しいっていうね、はい、まさかの事態になってるので、はい、これもうね、ほんと、頑張りたいですね。頑張りたいです。まあ、ちょっとね、同盟総動員、今回は、激戦で、まだクエスト達成できてないんですけど、まあ、どっちみちね、毎日、この交換で、もう、ログインしたらなるべく見るようにしているので、240ポイントのやつをしっかり、受注して、5200達成したいなという感じでございます。あ、清丸さん、おめでとうございじゃる。おめでとうございじゃる。ありがとうございます。はい。いやー、よかった。もう何が良かったって、本当に学費が学費が救われてよかった。特性がね、救われてないんですけど、特性救われてないんですけど、彼をね、育てたことが無駄じゃなかったと思えてとても嬉しいと思います。ちなみに制約のパラメータって、戦勝記念塔のやつ反映されてんのかな。反映されてそんな気がしますよね。このパラメータのところですね。まあ、16000頑張ればいけるけど、19500とか結構大変だからな。はい、これもね、戦勝記念塔でパラメータ上がるやつが関わってくるのだったら楽になりそうだな。はい、戦勝記念塔をね、上げたいんですよね。はい、戦勝記念塔を上げたいからこそ文明装備が数欲しくて、はい、やっとね、3つこれでゲットできるので、よかったよかった。はい。じゃあ、ピックアップして喋りたいことは話をしていったので、上から見ていこうかな。上から見ていくっていうことは別の画面に切り替えよう。はい、一応ね、イベント表を、出しています。まあ、今週はね、サーバー戦争がありますよっていうのと、ユミルの週ですよ。で、戦場がね、ありません。その代わりオールスターがね、ありますんで、オールスター出場される方は頑張っていただいて、観戦の方はね、みんなで応援しましょうというところです。まあ、ちょっとこちらね、また後でピックアップして喋ろうと思ってます。はい。で、ここにね、乗っけてないものもあって、ちょっと毎回やるのも大変なので乗っけてないのが、この伴侶の奇妙な旅ってやつかな。はい。これね、うちのサーバーは2回目ですということで、
いつもと違ってね、読んでから報酬じゃないの、素晴らしいですね。はい、もう前回読んだからあんまり興味ないんですけど、先にアイテムがもらえて読まなくていいっていうね。これ何回も多分使い回す気なんでしょう。だからなんだろうな。先にアイテムがもらえる方式、素晴らしいと思います。ヒカさん、同盟総動員のお掃除してて指が当たってクソクエスト受注しちゃうのってあるあるですか？あるあるです、ヒカさん。そう、それさ、めっちゃありますよね。いや、あとね、あのいや、ほんとね、これマジで R4 以上の方は気をつけていただきたくて、このクエスト削除を、押そうと思うタイミングで、この更新とかで新しいのが開くと、ちょっとね、画面がずれたりするんですよ。ってなった時に、間違えてね、受注を押してしまったりとか、あとは、受注済み受注済みがのクエストがあるときって、ボタンの配置がちょっと微妙に変わったりとかするんで、間違えて受注済みのクエストを削除するっていうね、事故が起こるんですよ。これね、本当に気をつけていただきたい。はい、私、この1イベント1回やったりするので、本当にね、でもね、慎重にというものの、もうこれなんかもうめっちゃいらないやつたくさん出てくるじゃないですか。もう、いらないのを見ると、もうこんな緑なんか誰がやるんだよっつって、ポン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 やりたくなっちゃうんですよね。そこのね、ボタン押し間違い、まあ、押し間違いっていうかさ押し間違いっていうかもう、花から緑とか出すなよって思うんだけどもう、ひどいですよね。本当に。で、このエボニーさんじゃないですか、この追加受注クエスト。このね、あの、この500銭とかで、この余計なジェムを支払うことになる。あと、ちなみにね、今はちょっと改善されてるっぽいんですけど、前は衝突がめっちゃ起こりました。あの、同じクエストを2人とかが同時に受注しようとすると、片方負けるんですよ。でも、クエスト消費しちゃってるっていうね、あの、同時取得、もう明らかに間違えてないんです。削除をしたとかではなくて、単純に全く同時に取った時に片方損するっていうね、事象が前あって、なんかね、前々回ぐらいからそれね、なんか結構起こらなくなったような気がするんですけど、そう、特に R4 以上の方ってすごい眺めてて、多分こういう、今ね、今まさにこのタイミング、この更新するこういうタイミングとかに、もうすごいリアルタイムで操作すると思うんですよね。で、こういう時に、この出てくるタイミングとかで、めっちゃ事故る。はい。このね、クエストを削除をして時のクエスト削除、これなんで緑色なんですかね？なんかもうちょっと変えてほしいですよね。応じるとかと言うと、ちょっと被ったりとかしててね、もうなんか、ちょっと、ミスるんですよね。これはね、もうね、やってる人には伝わると思う。ね、はい。マジで、あ、今、真珠、いいクエスト取ってった人がいるね。真珠成長っていうね、めちゃくちゃ楽な素晴らしいクエストを取ってった人がいる。はい、この、なんかクエスト更新がしたときに、この選択してるやつがね、ちょっとずれるんですよね。これがね、事故を生む。マジで。はい。今すげえ喋っちゃってコメント見てなかった。メロコックさん、コンジャル、コメントありがとうございます。コンジャルです。明太子さん、昨日私もやりました、60のやつ。そう、それでそう。だってさ、削除しようとしてるやつさ、低いやつに決まってんじゃないですか。クソみたいなクエストを受注するわけですよ、マジで。りょうさん、コメントありがとうございます。何度もやっちゃっても、いや、そうですよね。りょうさんも絶対やってますよね。はい、いや、いや、ほんとね、いや、もうすべての R4 以上の方は絶対この苦しみを味わってると思いますし、本当お疲れ様だと思います。この期間ね、本当にこのぐるぐる大変なんで、まあ、とはいえね、これをやってあげないと、同盟のみんなも全然クエスト進まなくてかわいそうだし、ね、このランキングも、上がらないしっていうのでね、やっぱやらざるを得ないんで、ね、はい、もうこれちょっとね、あの、素早くかつ慎重にやっていく必要がある。はい、そんな、R4 行だと思います。ヒカさん、仲間がたくさんいるようで安心しました。いや、そうですよ。もう悲しい連合ですよ。悲しい連合。いや、ほんとね、どうかと思います、この作り。というより、なんていうか、もうランキングとかに応じて、なんていうか、
出るクエストの調整をしてほしい。マジで。さあ、イベントが始まった。あ、ねごりさん、こんじゃるみ、コメントありがとうございます。こんじゃるみ。じゃるみはい、よいしょ。今ね、赤く光りましたが、この軍隊の招集5日目のイベント、大規模攻撃ですね。これをね、やってくださってるというところで、今回も私は50までね、ゲットして、この製造達人認定証を集めたいなというところですね。あ、なんか、2RT だ。ちょっと、後でやろう。アイスブレーカーが始まったから参加しよう。りょうさんね、さっきコメントくださったりょうさんがここに。ちょっと、よいしょ。イベントの話を、ちょっと戻ってこよう。はい、なんか古代、韓流の奇妙な旅は、前回ね、撮ってなかった人は、無課金でも、レベルね、15ぐらいまでは確かいけたと思います。15、16ぐらいまではね、いけるんですよ。なので、しっかりね、毎日回収して、このリワードをゲットしていってもらえたらなというところですね。もうすでに開放済みなんで、これ何もらえるんだろうな。なんか、きっといいアイテムと交換してくれるのかなって思ってます。で、古代バビロン訪問というね、謎のイベントが始まりましたね。毎日、なんか49個、19個か。9個、なんかモンスター倒したり活躍度みたいなので、なんかもらえて、このイシュタルの秘密の箱とかいうやつからね、なんか10個目がもらえるみたいな。これね、このイベントね、よくわかってないです。で、あえてね、ここまで引くのを待っていたんで、ここで引こうかなと思ってました。トーラさん、100連強化ができて、同盟総動員の将軍強化が、わかる。そうですよね。いや、そう。それ話できてなかった。ありがとうございます、トーラさん。そう。あの、この同盟総動員のクエストの中に200ポイントで、将軍を400回強化せよ。240ポイントで500回強化せよっていうね、金の、エピッククエストがあるんですけれども、それが今回のアップデートでね、なんかユーザー体験の向上うんちゃらみたいなのでね、なんかやってましたけれども、この将軍のね、強化、ジェム強化が、この100年強化っていうやつがね、選択できるようになったんですよね。これまでは10個ずつだったんですけども、まあ当然ね、ジェムは同じ金額、当倍でちゃんとかかってくるんですけども、一気に100回とかやってくれるので、すっごい簡単に、今までね、このジェム強化であっても500回やるためには50回タップしなきゃいけなかったんですけど、5回で済むっていうね、素晴らしい。はい。このバージョンアップはいいですね。で、このバージョンアップのさらに素晴らしい点は、500超え結構するんですよ。なんか、X とかで見かけたやつだと550ぐらいいった方がいるっていうのを見たかな。はい、これだとね、わかりづらいんで、私はみ出してるやつ誰かいたっけな。エレクトラとかははみ出してるか。エレクトラちょっとしかはみ出してない。エレクトラこそ、このね、500を超えてない状態で、この100連強化とかをすると、結構上に上振れしてはみ出してくれますよっていう風になったそうですと。これ、あれなんか、どれか上振れさせたんだよな、なんか頑張って。こいつかなもう505。まあいいか。はい、これまでもジェム強化で、その上振れして500を超えますっていうのがね、あったんですよ。でも、言うて510とかぐらいだったんですけれども、今回の100連強化によって、これがね、めっちゃ飛び越えて550ぐらいまでね、上がるっていうのが結構あったりとかするみたいで、まあまあ、
跳ねる。まあもちろんね、ジェムが結構吹っ飛ぶんでご利用は計画的に案件なんですけれども、でもね、素晴らしいですよね。このパラメータ底上げ、これ10%上がると1%上がるんで、単純換算ですけれども、はい、このね、軍の攻撃力、防御力、HP にね、関わってきますんで、これね、非常に重要なパラメータなんですけれども、これがね、まさかの、上振れ、限界突破し始めるというところで、100連強化の実装はね、久しぶりに素晴らしい。まあ、調子こいてね、ジェム使いすぎるのをね、気をつけていただいて、やっていただくといいのかなというところですが、そう、同盟総動員が非常に楽になりました。そうなんです。はい、もうね、同盟総動員のね、500回強化ね、特に、いい案件だったんですけれども、はい、より楽になりましたね。90さん、100連強化のおかげで、プリンセス豊臣がスーパー担当官になりました。ああ、いいですね。プリンセス豊臣。プリンセスプリンセスなんですか？よいしょ。投げろ、投げろ。あれちょっと待ってよ。バーサーカー、バーサーカー。そう、スーパー担当官。私、もうね、なんか確かね、私も秀吉かな、飛び出して作ったんですよね。今の信五郎もそうだ気がします。スーパーにね、するために、わざとちょっとはみ出すみたいなのを、秀吉やったかな。秀吉もやってるっぽいな。秀吉も、なんか私多分頑張ってこれ508まで伸ばしたんですよね。攻撃と統率を上げなきゃいけないんですけど、統率は素が高いからいいんだけど、攻撃が難しくて、豊臣頑張りましたね。多分、90さんも多分同じでしょうね。きっと攻撃を上振れさせましたね、多分。そう、スーパー担当感もね、作りやすくなってね、素晴らしいと思います。ヘボニーさんもたまにはいい仕事します。そうですね。今回のは、良かったと思います。ちなみに、あれ復活したのかな？あのある。はい、これ、なんかね、一回有効になって消えてたんですけど、また復活しましたね。今日復活したっぽいな。このログイン挨拶機能って皆さん見ましたこれ。魂の伴侶の、他の人いないんですけど、これレベルで変わってくるのかな？わかんないや。私の場合はヘレンさんのとこにここにね、ログイン挨拶機能っていうのがね、あるんですよ。この唇アイコンがいつの間にか増えてまして。この唇アイコンをオンオフすると、通じとするとね、無効っぽいです。これ有効にすると、なんと、アプリを立ち上げるたびに、ヘレンが喋ってくれます。ご機嫌よう的なことだった気がします。はい、私は、なんだこの機能はって言って有効にして、毎回聞いてくるのめんどくせえなって速攻消しちゃったんですけど、はい、ヘレンさんに、お会いしたい方は、ここでぜひね、有効にしていただいて、ログイン挨拶機能使ってみてください。これで先週金曜かな、ついてて、何のアナウンスもなくついてて、で、一回消えたんですよね。なんか、日曜ぐらいに。そしたらなんか、今日またついてましたね。どうなんだろう、スマホでもついてるかな。最初スマホで気がついたんですけど、はい、ぜひ見てみてください。はい、私は、ちょっと今配信中なんでやらないですが、ちょっとおもろかったです。で、古代バビロンの訪問は、なんかね、アイテムがもらえるよっていうやつ。カメさん、スナック営会。月見さん、唇マーク、ウケる。明太子さん、スマホでもついてます。最近出てきて邪魔だなと思ってました。はい、そうなんですよ。人によってとか、結構邪魔って感じる人多いんじゃないかな。さっきのところでね、オンオフできるんで、邪魔だなって思う方は、オフにしていただくといいと思います。はい。なんか、不思議な機能つけておもろいなと思ってました。はい。で、この古代のフィロンの訪問は、5.3% なんで、いつもよりね、ちょっと良さげな確率で、このピックアップ商品が当たるよというものらしいですね、ということで、10個集めて1回しか探索できないんでね、毎日1回引けるよっていうだけのようですと。せっかくなんでやっていきましょう。ローザ。
これローザがね、なんか他の人も言ってたんだけど、これよくわかんないんだよな。これなんか送っていいことあんのかな。はい。なんか値していいのが出てこない。5% はなかなか引けないですね。こっち引きたい。はい、引きませんでした。はい。で、なんか、人をね、選択してバラを送るっていうのができるみたいですね。うん。1回で77、37ある、全サーバーのアナウンスを特攻を発動できます。あ、なるほどね。いっぱいバラを持ってて、一気にあげたら、まあ、なんていうか、公開プロポーズみたいなことをね、し始める感じなんですね。へえ、おもろ。はい、気になるあの子がいるという方は、ぜひ、ちょっと、バラを送ってあげるといいと思います。で、久しぶりに登場した錬金術ショップですね。はい、こちらね、以前も、まあ、解説したんですけど、このスターメテオライト、カーナライト、カーナライトだ。これなんか英語にするとなんか全然カーナライトと違う単語だった気だと思うんですけど、はい、これをね、売らなきゃいけないんですけど、これ自分の場所で売るよりは、高くね、売ってくれる場所、最大で60コインで買ってくれる、友人とかに、売りに行くといいと思いますっていうのと、このね、引き返すとは、ここがね、優秀ですね。ちょっと前に解説した、自由特性、自由特性じゃねえや、エンブレム。はい、エンブレムの中でも、私が、おすすめしていた、攻撃時とか防御する際に、みたいな、シーン限定の、シーンが限られてるけど、効果が高いエンブレムが、もうあらかじめ、もう2個セットですよと。お得ですよっていう、セットが売ってます。1万2000円というね、なかなかちょっとお高い、ポイントになってますけれども、効果はね、めちゃくちゃ強いので、はい。これもね、通常の交換だけだと到達しないんですけど、まあ、たまたま自分のね、店が60コインっていうのが、なんか3回ぐらい続くといけるんじゃなかろうかって思ってるんですが、はい、これまでね、1万2000到達したことありません。はい、私はきっとおとなしく、このドラゴンの源のかけらあたりを交換するように思われます。はい。続いて、同盟総動員はまあ話したのでいいでしょう。同盟総動員ね、基本的にはめちゃくちゃお得なイベントなので、今クリアできないよ、クエスト大変だよっていう方は、これをね、クリアできるようになるっていうのが多分一つの指標になると思いますので、ぜひぜひ上げましょう。で、同盟のね、人がこのクエスト更新してくれないよっていう方は、もう更新するから R4 にしてくださいというふうに志願するのをおすすめです。はい、必然的に自分がいいのを取りやすくなると思います。見る機会がすげえ増えるんで。はい。でも、大変です。大変なのと事故が起こるんで気をつけてください。はい。ということで、更新しました。はい。で、輝かしい装いということで、なんか、石膏みたいなボードバンさんがね、新しい服になったみたいですね。私ね、彼持ってないんですけど、このデバフね、強いですよね。もともとボードバンさんって強そうだから欲しいんですよね。でもさ、このプールの詳細ね、これね、本体が出てこない本体出てこないんだよな。でもアレスの木とかね、もし当たったらすごく嬉しいんですけど、はい。本体いないんだけど、こういう時こそ当たるんじゃない？まあ、ちなみに期間中にね、30個しか手に入らなくて、私はもう完了してるので、これも全部引いていこうと思います。ボード版、仮面の君ですね。こいつやっぱ仮面なんですかね？これ白塗りしてんじゃないですね。確かに、ちょっとお肌どうなってんの？お肌ちゃんと、お肌ちょっとわかんないや。いやはい。もう全然出ない。全然出ない。もうマジで、ほんと将軍のエキスポは排除してほしい。はい。まあ、いつも通り当然当たりませんでしたということで。まあなんか、この手のイベント、なんかこういうトーチを集めろみたいなやつで来たり、なんか、運命のタロットみたいなやつで来たりとか、なんか、まちまちですね。なんか、不思議です。なんか、そうこうして間にグランドチーフ出てた、出てた。はい。続いての、イベントは、まあ、オークションはいつも通り、もう、
オークションはね、もう本当に高くて、私、ビップ本が欲しいんですけど、ビップ本がね、また10万、毎回ね、17万とかになっててね、もうこれ買えないですよね。20万ジェムですって。全く。えトーラスさん当たり切り替えできたはず。マジ？まあもう引いちゃったけど。えこれ当たり切り替えできたんですか？なんか動、動かない。あ、はあ、なるほど。はい。なんか私もう引いちゃいましたけれども。ここのね、顔をクリックすると、なんと、当たり切り替えできますね。ありがとうございます、ソーラさん。これで救われる方がいると思います。まあ、結局ね、大当たりか、外れかあんまり関係なくて、この大当たりになるものが、ボードマンさんをゲットできるか、お洋服をだけゲットできるかの、違いのようですね。はい。まあ、きっとね、私は当たらなかったと思うんで、いいということにします。いずれ、もう長くやってたらきっといずれ引くんだ。はい。いやー、このボタン、気になってるのに押さなかったわ。切り替えできた。切り替えできたな。はい。これからね、引くという方は、選んでいただいて、まあ、将軍持ってない方は将軍選んだ方がいいかなと思います。はい。このね、英雄の殿堂、将軍の殿堂の2のところにね、帝王の威風のところにボードバンさんいるんで、持ってないっていう方はね、そう、ここをね、開けた方がいいに決まってるので、将軍を狙いに行った方がいいかなと思います。まあ、当たんなかったでしょう。はい。で、今回も文明の旅が来てますね。1回無料ということで、毎日ね、やってると、今日で5日目なので、追加報酬があったと思います。君主エキスポ。はい。今日ね、ゴールドのラダーがもらえますね。ということで、追加で引くぞ。頼む金色。はい。食料箱。食料は一番いらんて。はい。ということで、こちらね、私は、今14個溜まってるんですけど、またナポレオンイベント来るのを待ってます。そういえばナポレオンイベント、なんかお知らせ、私保存したっけな。お知らせ保存したと思ったのにないか。ナポレオンプライムはもう出なくなるけど、最後、ラストチャンスあるよっていうね、謎のお知らせ来てましたね。はい。なんか、お知らせって保存できなかったっけ？保存したと、あった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 。これね、ナポレオンプライムの入手のお知らせ、ちょっと切れちゃってるんで、画面変えよう。いつもエボに応援していただきありがとうございます。ナポレオンコラボイベント終了後、エピック歴史の名称ナポレオンプライムは入手できなくなりましたが、皆様のご要望に応じて今後のイベントでラストに一度登場します。ぜひお見逃しなくっていうね。これね、運営の優しさに見せかけて、またナポレオンコラボラスト最後ということでやるから、その時に課金できるように用意してろよっていうね、宣戦布告なんだなって思って見てました。はい。そのゲーム的にね、同じ将軍を16体手に入れないと、限界突破覚醒までできないのでね、覚醒したいっていう方は、これラストチャンスだからね、ちゃんとそのタイミングで課金してね、もう出さねえぜっていうメッセージかなって私はちょっと思いました。はい。で、まあ、これ、つまりナポレオンイベントね、多分最後のコラボイベント来るんじゃないかなって思ってるんですよね。あのなんだっけ、キングコングの時もね、もうこれでラストですよみたいな宣言みたいなのがあったと思うんですけど、それと同じ感じかなと思っているので。で、なると、ナポレオンイベントが来た時にノートルダム、赤いね、庭のやつ、めちゃくちゃでかいやつがね、出るはずで、あれが交換12なんですよ。はい、ちょっとね、それを待って今ちょっと貯めてます。今なら2つ交換できるんですけど、はい、文明の民のね、記念コインはちょっと今貯めてる状況です。はい、きっと来ると信じてる。
はい。オールスターベッティング。はい。オールスターね。オールスターの話はちょっと一番話したやつだからちょっと後回しにしようかな。ちょっと先にバイキングの方に行って、で、ヒドラにも行って、ルミニウスじゃないよ。OK。はい。オールスターの話はちょっと一番話したやつなんで、ちょっと一旦スルーして、ドメボスはやったからいいや。うん。この辺はまあいいかな。文明の焼けもね、途中で話をしたんで OK です。同盟対決戦もいつも通り。そうだ。いや、これもね、完全に私事なんですけど、ルネサンス時代、最大52個、今日もう52個集まったかな。これ145報酬が今あるでしょう。ほい、宝蔵の脇の宝箱。ついでにここ開けよう。はい、いいや、これはいいや。たまにね、ブーディカは一発もあるから嬉しいですよね。はい、この宝蔵の巻の宝箱57個、これね、そろそろなんですよ。そろそろね、レベル3からレベル4に上がるタイミングなんですよ。ということでね、これね、毎日今開けるの楽しくて。わーい。モナリザね、あと10個来てほしいんですけど、5個かー。上がるかな。上がらない。上がらない。はい、勝利の女神とかはね、レベル4にすることができました。で、モナリザがね、これ、あと1個じゃん。運が良ければ明日にでもレベル4になるかなというところで、私の大好きな生産力アップもそうなんですけど、この最終速度とか最終量アップ、これもね、地味に重要だと思っていて、これもね、同盟総動員のクエストに聞いてくるんですよ。同盟総動員のね、クエスト、出てくるかな。そろそろだと思ったぜ。あと数秒お付き合いください。ちょっとね、もうこの期間忙しい。この期間忙しいから、ちょっと今日早めに終わろうと思ったのに、結局いっぱい話しちゃってる。すいません。同盟総動員。出てくるかな。出てくるかな。金のやつが出てくるといいんだけれども。このね、この画面をね、この期間マジで毎日どんだけ見るかっていうね。出てこないや。出てこないな。最終に関する、クエストがね、出てくるんですけれども、その、強制労働も、これもね、いいですね。はい、この 12M 点の資源を入手する。私ね、ギリギリ 12M いかないんですよ。5.9M とかでちょっと足らないんで、もう少し生産施設上げないといけないんですけど、はい、これ1回で 6M とか入手できる方は、これ非常にね、時間効率がいいんでね、おすすめですね。はい、私、あとちょっとでこれ、取り得になるんで、あげたいんですけれども。そう、まだ建設のクエスト来てないから、建設の王の対決が来てないからあげらんないんだ。いやー、説明したい時に限って資源採集のクエストが、出てこない。こんだけあって一個も出てこないってある？マジやってんな。悲しい引き弱。はい。ちょっとね、実物でご説明が残念ながらできなかったんですけども、そう、資源採集、都市外部から同盟タイル以外から、外から、資源をね、何 M だっけな、58M 回収しましょうだとかね、そういうクエストが結構出てくるんですよ。で、なった時に、やっぱ量も速度も重要になってくるから、やっぱね、そういう時のモナリザン、はい、素晴らしいですね。この、上がると、効率がまた上がると思うので、これね、上げたい。で、さらに言うと、新徳さんですよね。新徳さんの強化ですよ。私今これ300とかしかやってないんですけど、このガチ勢の方はやっぱね、政治力を500、さらに今回のやつで500、もう50とかにもう上げていただいて、限界突破していただくことによって、このね、資源の最終速度がね、上がるんですよね、これね。今、私300で149%、プラス300で149%なんですけど、これプラス200、プラス250とか上げることができれば、より速くなりますということで、はい、王の対決、資源採集、ガチ勢とかになってくると、やっぱこの辺とかにこだわってくることになるなと思っているので、はい、おすすめですね。私、
大体もう300しか上げてないんですけれども、他のをね、上げたいのがいっぱいあるんだ。こいつちょっと上がってる。はい。余力がないんですけれども、はい。これね、100連強化で、政治だけ上げるようにしてガンってやれば、はい。がっつり上げられると思うので、これね、おすすめでございます。はい。余談でした。で、まあ、ルネサンス時代ね、ルネサンス時代の、やつで、多分来週にはね、全部一通りレベル4になるかなと思います。で、そうなったら今度はこっちのね、文明の秘宝のレベル3をね、目指していこうかなと思っています。で、文明の秘宝もね、今もう3000ぐらい集まってるんですけど、文明の秘宝、3500か。計算上、おそらくね、5000近くあれば、全部レベル3に上げられるなっていう計算だったはずなので、ちょっとね、これを、はい。今までね、交換系は巻物ばっかりやったんですけど、今度秘宝ボックス急ごうかなと思っています。まあ、そしたらね、しばらく放置でいいと思うので、もうちょっとこれ以上はね、ちょっとね、厳しすぎる。はい、1年コースだと思います。けどね、ここまでは上げていきたい。はい、で、イベントのところの話、また、これ来てましたね。この皇家の栄光。はい。PC での、ログイン時間の合計と、このログインの何日間ってやつね。で、アイテムがもらえますということで、イベント期間中毎日参加してれば、今日で5日目になると思います。これね、10日間で終わっちゃうので、毎日やってないといけないやつなんですよね。で、報酬結構いいので、皆さんね、PC でログインができる方は、ぜひログインしていただきたい。はい。一度、このラカンの総家総園、前回も来てるんでね、これ2回目っていう方もいると思うんですけど、2回目の時はなんかアレースの血がなんかたくさん出てきたような気がします。忘れちゃいましたが、結構いいアイテムだった気がします。はい。私はね、あと6分でこのエピック歴史の名称ももらえそうですね。わーい。あと6分配信中に聞くか。はい。さて。で、またエスメラルダのホットダンスということで、まあ、ちょっと交換アイテムね、私はもう全部交換、解禁し終わっているので、もう一回解禁したのにこれもう一回交換できるんだ。何が起こるんだろう。ちょっとさすがにこれは怖くてやれないな。400溜まってたら開けてよかったけど。はい、まだね、新しい伴侶、解禁できてない方は、毎日ね、10個ずつ、モンスター討伐で、この縁起物もらえますので、ゲット頑張りましょうというところ。そろそろね、ジョセフィーヌさん、アンロックできるかなと思うけど、まだですね。前ね、このシシーとアリアドネも課金でしか無理だったんですけど、途中からね、みんな交換できるようにしてくれたので、ジョゼフィールさんもね、いずれなるかなと思ってるんですけど、まあちょっとまだのようですね。はい。で、ブーメの焼きは話をした激特イベント系ですね。今回はスピードアップ。アップしよう。はい。ハンザ召喚が、これ毎日、もう毎回これから来るのかな。これ素晴らしいですよね。はい。私は、鉄がね、今ちょっとストックが足らないので、毎回鉄を交換しようかなと思っています。はい。皆さんね、おすすめはね、この建設7日間20、これ多分コスパいい気がするんですけれども、はい。これがね、足りないって方はね、これ選んでいただくのが多分一番いいのかなと思うんですけど、まあ、私はね、今の期間は鉄が欲しいので、鉄を交換しようかなと思ってます。気をつけていただきたいのは、これね、箱じゃなくて、鉱石なので、即入るので、これご利用は計画的に、私ちょっと、建設が来た時に変えようかなと思って取ってあります。はい。で、消費還元イベントはいつも通りスピード、建築、回復スピードアップということで、戦場がないんですよね。オールスターシーズンで戦場がなくて、回復スピードアップがちょっとね、タイミングが難しいですと。オールスターにね、出られる方だったらね、もう、
まあ、オールスター出られる方なんかね、もう一瞬でこの 3.5M 達成すると思うんですけど、まあ、そうじゃない方はね、サーバー戦争とかで、回復していくしかないかなと思いますので、まあ、その意味でもね、サーバー戦争、参加して、回復スピードアップもしつつ、自由特性の戦場の達人をゲットしていただくのがいいかなと思っています。一応私の結果的には建設とスピードアップは、マックスまでやる予定です。回復スピードアップもできればね、サーバー戦争参加したいんですけど、サーバー戦争は参加するんですけれども、ちょっとこんなに回復するほどダメージを負いたくないなと思いつつっていうそんなところでございます。はい。で、限定セール、今日は引いてなかった。引きます。で、騎士の達人ですね。はい。RS の地の交換、今回もありますので、はい。やっていきましょうというところですかね。はい。まあ、これも計画的に進めるといいと思います。で、製造の達人ですね。はい、これは、まあ、いつも通り、木曜で水曜で終わって木曜までの交換というやつになっているので、お気をつけください。ランキングね、調整してやるのがいいのかなって思います。で、また、黄金樹の報酬が来てますね。はい、これ、なんか、揺らしとこう。ほい。あ、嬉しい。ルーンストーン100もらった。はい、25の報酬もらいました。まあ、まあ、しっかりやるとね、50まではもらえるかな、みたいなところですので、毎日、まあ、これは比較的、モンハンだけでゲットできるので楽だと思います。はい、イベント系のところはそんなところですかね。さあ、じゃあ、一番重要な、オールスターのところに行こうと思います。先週のね、土曜日にオールスターの、なんて名前なんだ、予選か。予選がありまして、今週の土曜日に準決勝、日曜日に決勝という形になっています。はい。で、このね、準決勝にですね、先ほどコメントしてくださったりょうさんが、出ています。ということで、先日の土曜日にね、DSN チャンネルさんに、りょうさん出演してくださいまして、実際にね、戦っている様子であったりだとか、その前後でね、ちょっと話をしてくださって、私ね、そう、私普段、配信で一方的に声を発信してますけど、同盟の人の声を聞く機会はね、なかなかなかったので、ちょっとね、珍しくて面白かったですね。はい。りょうさんが、出演してくださいましたということで、めでたくね、準決勝に、参加されて、熊さんチームで、参加しているようですので、またね、応援したいなと。ぽい活動とかもあれ活動だったっけはい、日本人の方もね、いらっしゃるようですが、はい、りょうさんのいる熊チームをまた応援したいなと思います。はい。さっきもね、ラリーセッターしてくれてましたし、なんだっけ、この、軍隊の少将の大規模攻撃もね、やってくれたようなりょうさんなんですけれども、はい。うちの名手様でございます。はい。りょうさん 5.6B。DSN チャンネルさんのライブ見てた方ね、多分結構いらっしゃるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、はい、もう何がすごいってね、でもジェムの数にぶったまげますよね。マジでおもろかったんだよな、ジェムの数。私知ってたんだけど、いっぱい持ってるの知ってるんだけど、はい、ちょっと、さすがって、やっぱさすがって思ってました。はい、オールスター戦場ですね。はい、コンスタのシーズンで、まあ、1200以上の方が、参加することができますということで、うちの同盟からはね、結構1200以内のに入った方が5、6名いらっしゃったのかな。でね、強い方も、なんというか、マッチング運、チーム運でね、勝ち負けが分かれたりする、なかなか険しい戦いかなというところなんですけども、はい、このね、順位どうなってるんだろうな。何人が、決勝に行くんだろう。すごく楽しみ。準決勝2回に分けてあります。各回から50名選抜してということで、だから100人中50人に入れば、最後の100人対戦に参加できるということですね。いやー、ちょっとりょうさん頑張っていただきたいですね。
頑張っていただきたいですが、なんか飲み会っていう不穏な単語を喋ってたかなと思いますんで、今週の土曜日はどうなるのだろうと。まあね、今週の土曜日、私もね、実は用事があって、はい、ちょっと別のゲームをアモンガスっていうゲームが土曜日に予定が入ってるんで、土曜日ちょっとリアルタイムで見れなそうなんですけれども、はい、日曜日に見たいんで、ぜひ、りょうさんには決勝に抜けていただきたいなと思っています。はい。ということで、またね、DSN チャンネルさんで、りょうさんが出演されるかどうかはわからないんですけれども、まあ、きっとね、DSN チャンネルさんで、オールスターの、特番が、配られると思うので、皆さんぜひ、DSN チャンネルさんで、観戦して、リワードももらって、楽しめるといいのかなと思います。はい。ということで、オールスターベッティングですよ。オールスターベッティングです。はい。熊さんチームに清き一票をよろしくお願いしますと。いや、わかんない。勝つかどうかわからないからね、なんかこんな勝手なこと言っていいかわかんないですけど。はい。なんというかね、あのこっちのチームだっけな。はい。グループ、りょうさんはグループ B なんですよ。グループ A の方にね、K45、戦力 151B のね、化け物の方がいらっしゃるんで、はい。こういう方とかがね、いたりとかするんで、はい。決勝はやばそうなんですけど、はい。準決勝もね、なんかそういう感じで、81B とかね、いたりとかして、なんか何が起こるかわからないですね。ちょっとね、強すぎる。意味がわからない。はい。ただ、ただ、オールスターベッティングでは清き一票というところで、言っておこうかなというところ。あとはね、このベッティングショップのこのベッティングコインね、終わっちゃう、なくなると、期間が終わると、交換できなくなっちゃうんで、忘れずにね、使いましょうというところですね。今週の日曜で、このオールスター戦場期間が終わってしまうので、その後ちょっとの猶予があってのなくなってしまうので、皆さんね、欲しいものは交換しておくといいのかなというふうに思います。はい。ここね、なんか巻物交換できないんですよね、巻物。秘宝ボックスを交換しようか、ルーンを交換しようかを今悩んでます。はい。はい。そのところでですね、オールスターの紹介ができたので、今週のイベント関連のところはそんなところかな。こっちはいつも通りだもんね。はい。トレジャーハントも。はい。トレジャーハントね、私、土日結構頑張って、あとは、情報シェアしてくださる方のおかげでね、もう 449M になってるので、500M になったらもう一切やらないです。はい。街中で見つけたら、同盟チャットで共有して終了だと思います。はい。500しっかり、集めて終わりにしようかなと思います。なんか、上から4人全部うちの同盟になってますね。いかれてると思います。すごい。素晴らしい。はい。じゃあ、そんなところかな。最後に今日のおさらいをちょっとしておしまいにします。今日お話ししたのは、このね、特性を3つ金色にすると、4つ目と5つ目がアンロックされるよということで、この自由特性、5つ目の自由特性のところを紹介をしていきました。自由特性ね、レベルアップをするにはちょっとルーンがね、必要でちょっと大変なんですけれども、昇進だったらね、かけらを集めればいいだけなので、少し楽なので、この昇進でね、金色にすることをお勧めします。で、集める方法がサーバー戦争ですね。はい、サーバー戦争の、スコアが、1個飛びで、もらえるような感じになってますんで、よいしょ。ほいほい。はい、このブロンズ1から始まってね、特製のかけら戦場の達人っていうのが1個飛びでもらえるようになってます。最大で60個もらえるかなというところと、このね、文明の夜景のレベル50報酬でもらえますんで、特にね、サーバーセンサーあんまりやんないよっていう方はね、こっちでしかゲットできない感じになっちゃうんで、しっかりね、このイベント、リワードを達成してもらえるといいのかなというところです。で、
はい、今週ね、何よりも重要なのは同盟総動員。はい、これはね、もう本当にエピック将軍を配ってくれる非常に素晴らしいイベントなので、ぜひ皆さんね、クリアを目指していくといいと思います。で、オールスターが、今週の土日にやりますんで、皆さん DSN チャンネルさんで楽しみましょう。ですね。で、あとは、この PC 版ね。PC 版本当に、PC でログインしないともらえないので、これ 5KGM6 個とかもらえるんですよ。めちゃくちゃ美味しいんで、はい、ぜひ、やりましょう。ピラミッドね、探すの、PC の方が楽なので、おすすめです。はい。あ、そうだよ、そう、これなんか、ピックアップされてんだっけ？ピックアップ8.8%とかでしょ？関係ない、出ない。エピックのやつは引いちゃおう。はい、じゃあこれ、開封の儀しよう。わーい。ふい。押せなかった。はい。これ、昔遺跡でたくさん出たんですよ、こいつ。スレイマンって、こいつ、かけらにする必要ある？かけら持ってるよな。1万ジェムをかける価値ありますか、彼に。また使うことないでしょう。ないよな。スレイマン持ってるよね。もう最近このかけらがあるかどうかをチェックしなきゃいけないのがすごく大変で面倒なんだよな。あの、なんか簡単にチェックできないですかね。スレイマン。スレイマンね、昔遺跡から出たからね、あるはずなんだよな。昔遺跡で出ましたよね、確かスレイマン。ないかな？ないかも。見当たんないけど、なんか配信中にやることじゃないからどうでもいいか。やめようかな。なんか、いいや。はい、残念ながら、引きの悪さに定評のある。いや、定評のあるとか言って、なんていうか、この前、工場兵器ちゃんゲットしたから、ちょっと、そういうの言うのやめよう。あ、沙織さんコメントありがとうございます。フニャディの契約そうなんだ。なるほど。いや、フニャディは持ってないんですけど、いずれ引くかもしれないんで、なるほど。本当だ。本当だ。いや、沙織さんコメントありがとうございます。そうなんだ。あ、マーチャーシュ、ヤトビが、なんかあれ、フニャディの、あれですね。やつはちょっと優しめですね。ちょっとなんか出やすいやつが多い気がする。私これ全部、かけらある気がする。そうなんだ。いや、はい。必ず、必ずかけらがあることを確認してから、解雇は考えます。そうなんだ。いや、そう、もう何が必要になるかわかんないから困っちゃいますよね。で、一番困っちゃうのは、この将軍枠がどんどん埋まるのマジで困っちゃいますよね。あ、ソラさん、ソラさんだったのか全然気づかなかったっていうか、活動されてるんですね。素晴らしい。ありがとうございます、コメント。そうなんだ。今ね、もうダブルミーミングのそうなんだです。ちょっと、フニャディはいずれ引いたら使いたいなと思っているから、スレイマンも必ずかけら残さなきゃいけない。全部1万ジェムだ。まったく。この、この将軍枠広げ、広げる方法ないですかね。早く計37にしたいところです。はい。まあそんなところかな。重要なところのおさらいも終わりましたので、今日はね、ちょっと早いですが、私ちょっと風呂に入らなければいけないので、今日はこんなところで終わりにしようかなと思います。まあ、ちょっと早いかなとか言いながらね、もう1時間45分も喋ってるんで、はい。
今週もお付き合いありがとうございました。来週は大丈夫だ。来週は、来週もね、予定通り、火曜日にやる予定です。まあ、来週はね、サーバー戦争の振り返りでもできたらなと思っています。はい。今週のね、サーバー戦争ですね。私の相手は、まあ、こっちじゃねえ。こっちはまだ更新されてね。はい。1115ということで、ちょっとね、いつもよりはちょっと近いサーバーになってるので、頑張りどころかなと。特に戦場がないんでね、回復スピードアップ使うためには、このサーバー戦争でやっていかないといけないんで、はい。今回はサーバー戦争ね、なるべく参加できたらなと思っています。ということで、次回はサーバー戦争の振り返りをしたいなと思いつつ、そうだそう。ごめん、またね、話してなかったんですけど、そう、防御の進化がね、ほぼほぼ上げ終わったんですよ。閉経は全部、終わって、あと野党とかね、戦争に直接関わるやつ、まあ、ちょっと壁とか別どうでもよくないって思ってるんですけど、はい、この辺をね、もう上げ終わったので、これを上げた状態でのね、戦争がやりたくて、でも戦場なくて、PVP やりたいなと思ってたんでね、そう、それもあってね、サーバー戦争ちょっと楽しみなので、はい、やっていきたいなと思います。はい、研究ね、もう終わっちゃうんで、早く K37 に上げたいですね。ちょっと、そろそろね、上げるのが大変すぎなので、ちょっとね、どうしようかなというところですが、まあ、それよりも先に、K30、じゃあ、そう、この辺のね、車上をね、35にして、そもそも T14 作れよっていうところなんでね、この辺をやりながらやっていこうと思っています。ということで、はい、それでは、今週の、ボニプレイ配信はこんなところでお開きにしようかなと思います。はい、いつも通りスケジュールを出して終わりにします。ここまでのご視聴ありがとうございました。はい、また来週10時から、また配信しますので、よかったらご視聴いただけたらと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけますと幸いです。それではまた来週お会いしましょう。おつじゃる様でした。